築47年の家をリフォームしています。前回床を張りました。かまちと玄関はばきを取り付け、工事も終盤です。まず、カズさんのユニクロのインナーシャツが伸び伸びで気になりますが、建具を取り付けるところからスタートです。シャツが釘袋の重みでどんどん伸びてしまい、最終的にはワンピース状態になります。枠を入れるのは2人でやった方が楽なので手伝います。身長が高い大工さんが羨ましい瞬間です。大体石が8分ぐらい。届かないから後ろ持って。気をつけないと枠がねじれて壊れてしまいます。ドライバー忘れた。工具忘れるあるある。大体25分取って。石膏ボードが 12.5 ミリと幅木が7ミリから9ミリぐらいなのを考慮して、仕上がりで3ミリから5ミリぐらい枠が出るように取り付けます。収まりきついね。これね。既製品の窓枠材です。ここの柱は傾いていますが、建具枠はまっすぐ取り付ける必要があります。脱衣場の引き戸の枠と吐き出し窓の枠、そしてクローゼットの枠が合わさる箇所です。今回は枠同士がそれぞれうまく面打ちで収まるように計算して取り付けます。引き戸を小さくして袖壁を作り、枠同士が干渉しないように逃げる方が楽ですが、できるだけ開口を大きく取り、見た目はすっきり収めたいカズさんのこだわりです。下地の厚みを調整しています。クローゼットの枠の出より吐き出し窓の枠が4ミリ出るようにします。76。柱が傾いているので、寸法が上下でだいぶ違います。コーキングでいこう。敷居側の足元に少し差し込めるような仕事をしています。
中身が MDF などの建材を切るときに出る粉はとても細かくて空気中に舞うので、防塵タイプの丸ノコはとてもありがたいです。次は鴨居側です。鴨居は縦の枠材よりも3ミリほど幅を落とします。組んだ時に横よりも縦が手前に出る縦勝ち納めにするためです。ごめん、端取ってまっすぐで。既存のサッシが湾曲しているため、幅を微調整する必要があります。ただ、シートで巻いてある部分を落としてしまうと、そこから水分を吸ってしまうなどのリスクもあるので、要注意だそうです。アルミサッシ枠と新建材の窓枠は少し隙間を空ける方が良いかもしれません。マキタの 40V 充電式スライド丸ノコです。持ち運びが手軽で最近は出番が増えました。なんとか一発でいかんかな。無理か。ちょっと邪魔なので、隣の引き戸の枠をずらしておきます。少しの間、傾いていてもらいます。目いっぱい、ここでは内側に中に入れといて。難しいな。ちょっと待ってな。ちょっとな。あ、なんで入らんの？もともと入らんかったっけ？入ったよね。ぴったりすぎてなかなか入りません。やばい。待てよ。開口幅がギリギリでしたが、うまく枠が収まりました。ピンネイルで仮固定します。窓枠に施すのはあまり好きではないそうですが、ものづくりの世界では最初に作った完成図をもとに逆算して計画を立て作り上げていくことが多いと思います。すべての段取りをパズルのように組み合わせて管理する数学的な分野だなと感じます。大工さんたちは論理的に物事を整理するのが上手で、感覚的に動く右脳派の人はあまりいない気がします。一方、DIY でものづくりをされている方々は右脳派寄りの人が多い気がします。だから発想やセンスなど私たちが勉強になることも多いです。
やらかしました。何が起こったかわかりますか？最悪です。まさかのまさかです。こんなに切ってから気づくなんて。いつの間にずれたのでしょう。作り直して作業再開です。数本は処分することになりました。柱が傾いているので、のみで調整しています。窓枠が来るので、まっすぐにします。こうやって改めて作業を見ていると、本当にウレタンボンドの出番が多いですね。釘やビスと同様、家づくりには欠かせない存在です。つけすぎんといてな。下滑らせずにふわっとキュッとまず上入れて下奥まで入れてからはい入ったね。したらぐーっと浮かしの右元右からのはい浮かしのおろしのこれ大きいのピース引っ張るの手伝ってどうしたら倒れてくる。あほんまあかんなちょっと手元でいわゆるためりゃいいんやろ奥にポンとしてこっちはしとってポンとこっちへはいドングッとねあらんわ2人使って長い角度でちょっと角度つけとるもうちょっとつけてくれる角度サビって斜めなんだよ知ってるこれもうサビ作れるようにしてこれのねサビっていうのはもう落ちへんで大丈夫グーッとしててではせーのまだ力入れなくていいよいくよグーッとして窓枠と建具の枠が収まりました。ここからは壁に石膏ボードを貼っていきます。すごいフィットしてる窓枠横に差し込む部分はビスが打てないのでボンドに頼ります。
天井を新規に水平に作ってあるので、天井にぴったりつければボードは垂直になるはずですが、2枚目のボードは建具の枠にぴったり突きつけなければならないので、1枚目で垂直をよりシビアに出しておきます。さんごめんなさい。いいだわ。はい、バッチリ写しました。今回、ポータブル電源を持ってきました。エコフローのデルタマックスです。デルタシリーズの中では2番目の大きさのものです。エアーが満タンになるまで5分弱。ポタ電を持ってきたのはこの排光器の冷温庫を使うためです。バッテリー一つだとすぐに切れてしまうのと、現場の電源で冷温庫を使いっぱなしにするのは気が引けるからです。せっかくなのでいろいろつなげて大丈夫なのかやってみます。防塵丸の子と集塵器をつなげてエアーコンプレッサーを回し、さらに冷温庫も稼働させながら工事再開です。265左から132。コンプレッサー側で電圧異常のエラーが起き、止まってしまいました。ちょっとやっぱりしんどいんかな。コンプレッサーと掃除機。集塵器と同時使いした途端にピーってなったな。負担が大きい。ということでどうしよう。同時使いにならないように抜こう。さすがにコンプレッサー、集塵器、防塵丸の子、冷温庫の同時使いは欲張りました。この後気をつけながら作業し、発色ボードを10枚ほど貼って残り 50% になりました。よいしょ。ボール桜ナス315 457。下地の位置が不規則なので一つずつ測って墨をつけます。
今回、見ての通り壁の断熱材は浴室と脱衣所以外は交換していません。変えた方が良いのは分かりきっていることですが、施主さんとの話し合いで決めたことを尊重して工事を進めています。経緯や施工条件等を詳しくお話しすることはできませんが、工事のほんの一例として見ていただけるとありがたいです。続いてテレビスペースのボードを貼ります。これは重たい家具を移動するときに使う道具です。ローラーがついているので、テコで上げながら奥に差し込むことができます。私たちは家具を移動することも多いので重宝しています。ここだけの話ですが、カズさんはボード張りが嫌いです。最初は楽しいみたいですが、性格上すぐに飽きてしまうらしいです。階段下の収納の部分です。もともとは引き戸があり、物入れになっていた場所です。今回はオープン収納となります。工事中はここに合板で棚を作って荷物置き場にしていましたが、使う道具が少なくなり、やっとここも仕上げることができます。なかなか勾配きつい。ボードを斜めにカットするのですが、このように余ったまっすぐな合板の切れ端などを利用して定規にしたりします。丸ノコの幅の分ずらして固定すれば立派な定規です。白色の化粧合板が貼ってあります。下地の位置が不規則です。無理だろ。あ、無理やんか。どうやってんの？作業台がすごく邪魔です。角度定規を当ててちゃんと角度を取ったつもりでしたが、ね、ギリ隠れるよね。日本で。隠れる。隠れる。下地の位置ちゃうな。化粧合板の釘の位置もいまいち当てにならないようです。収納の中なので既存の下地はそこまで丁寧に作られていません。こういったらいけるよ。無理か。いや、無理じゃん。いける？あ、いけるか。壁のボード張りも
あと少しで完成です。そしてインナーも順調に伸びて、もうすぐワンピースが完成しそうですね。バチってるかや。あ、知ってる？壁がまっすぐじゃないので、微妙に斜めに切る必要がありました。ぴったりにしようとこだわりすぎると、全く進まなくなったりします。下地が全然ないので、ウレタンボンドに頼ります。ここはビスが効かないので、タッカーで打っておきます。この後、細かい部分も貼っていき、ようやく下地が完全に見えなくなりました。リフォーム完成まであと少し。このうちまだアンカーボルト一回も見たことないんだけど。37。こっちは開けてあげた方が。そしたらあ、ちょっと待ってください。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。